最後は人の手で作り込む。どうしても指導側と指導される側のこのギャップがあったんですよ。全体的にやっぱり高い。あと腕にちょっと負担がかかりすぎてる。松田本社にある技能道場です。モーションキャプチャーを活用した匠の技能伝承が行われています。この2人で技能伝承をテーマに業務を行っています。体に特殊なマーカーをつけ、複数の専用カメラで動きを測定し、技能者の身体動作を数値化。また視線測定器で眼球の動きと視線を計測し、手元足元のプレートで荷重も測定し可視化します。このデータを分析することで匠と初級技能者の違いを見てます。モーションキャプチャーを技能伝承に採用した背景を伺いました。日本の製造業界全体の課題なんですけど、少子高齢化に伴う人材不足っていうところでどうしても技能伝承っていうところが課題になってきてまして、松田の匠が持つ技能は長年の経験で身につけた暗黙知が多く、言葉に頼る従来の研修では伝承に20年かかるほどの長期化が大きな課題でした。そこで匠の技能を数値化し可視化するためモーションキャプチャーが導入されたのです。しかしモーションキャプチャーの導入からもさまざまな課題がありました。人の動きってすごく複雑じゃないですか。でこれが効くいうのはないんですよ。なかなか手強い。結構難しかったですね。最初はモーションキャプチャーで動きだけ取ればできるんだと思ったんですけど、そのまま真似ても何か匠には追いつけないっていうところがまず分かってきて、やっぱりそこから匠の特徴をどう取り出すかっていうところが一番難しくて、分析するものがいるだけではダメで、やっぱり技能をかじって匠の技を持つ方の考察が一緒にないと解明できないなっていうところで、今は一緒に二人三脚でやっています。片方だけであればできるいう問題じゃない。やっぱり両方がこう噛み合ってすり合わせして何度も何度も繰り返しながら今の形がやっとできたいう。なんか端に力かかってる感じなんですけど、これがちょっと私よく分かんなくて、お祓いのする時にポンといっとるから、そうですね。つけたままなんかな。つけたまま。確かに親切上がりますね。出ました。これが原因なんだ。しかし AI やロボット技術による機械化が主流の今、なぜ人の手仕事が必要なのでしょうか。車の主な部品は鉄板でできており、その製造に使われる金型の精度が車の完成度に直結します。マツダのデザインコンセプト鼓動デザインでは、ボディに映る光のラインの美しさが重要とされ、その美しさはわずか数ミクロンの歪みさえ影響する極めて滑らかな表面によって生まれます。そのため金型にも高い精度を求められ、それは現在の機械加工だけでは限界があります。最後は人の手で作り込むというところで、手仕事が必要になってきています。匠を育成するトレーニングが始まりました。前回はちょっと60幅で広すぎる。今度広すぎるとスピードも落ちていくよね。で切削面が広くなるけ、削れたり削れんかったりってムラが出てるんですよね。で全体的に弱い。これをもうちょっと強くするという感じかな。その練習をしよう。現場で活躍する匠も菅さんの研修をサポートします。研修生の田代さんは6年目の若手技能者。すげえの今の力加減とリズムを忘れんようにね、はい。
どのような思いで匠を目指すのでしょうか。言葉ではこう分かるんですけど、やっぱりほんのちょっとの差が削った時に出てしまうんで、これまで自分なりにこう削って力を入れてるって感覚でやってたんですけど、それって実際には削れてないってことが道場で分かってきて、どこがやっぱり匠の人と違うんかなっていう探り探りじゃなくて、可視化でここが悪いって分かるんで、修正も早いですよね。目で見えて上達レベルが分かりますので嬉しく感じますよね。教えた甲斐がありましたね、やっぱりね。僕らがね最初習った頃、昔の匠たちは見て盗んで習えということで、僕らもこう見よう見まねで結局試行錯誤して手探り状態でやってましたんで、なかなか昔の匠のレベルになるまで時間かかってましたね。怒られたよね。怒られましたね。もうやめてしまえって何回言われたことかな。今までは現場でワンツーマンだったんですよ。どうしても指導側と指導される側のこのギャップがあったんですよ。でこのモーションキャプチャーを使うことによってそのギャップがこう縮まった。だからお互いに納得し合って技能が上がってきよるいう、そんな感じかな。また匠同士の間でもさまざまなデータから学びがあるといいます。これから田代さんの技能試験が始まります。終わりました。はいありがとう。いいじゃないか。すげえよ。今回いつも習ってる通り火花の方にも注目しながら削っていったので、前回よりはよく仕上げれたと。やっぱりそのデザイン通りの金型を作れるように、この短期間の間にでもできるだけ吸収して自分の腕で仕上げれるような技能者になっていきたいと思ってます。田代さん、匠認定までもう少しですね。実は今18人になり19人になったんですよ。今回も1人増えたんだけど、もうあの時もかなり嬉しかったね。松田のものづくり技術を伝承させていく、その思いを聞きました。私が現場サイドで、職長をやってる時に10年20年かけないと技能いうのは上がってこないいうのにものすごい悩んでた時期がありましたね。なんぼやっても成果がなかった。で今はもう画像とかデータとかいろんなものを見て、それがもうはっきり上達したないうのをこう見た時に、もう私自身もうわすげえな感じるんですよ。でそれを感情として相手にも伝えられるようになる。とにかく褒める、大事ないいとこを必ず褒める。自分も成長したような感じになる。若手の方の自信にもつながるかな。今までのきつい厳しいの技能伝承じゃなくて、技能を定量化することでその人の能力を最大に発揮させることで、みんなが生き生きと働けるんじゃないかなっていうところがあるので、やっぱりお客様の人生を輝かす車を作るためには、松田の人が生き生きと働いていけるような技術を作っていきたいなと。まずは今のシステムを継続することで、それプラス新たな技術をどんどん解析していくのが課題なんかな。そうですね。社内にももっといろんな技能がありますので、そこに対して展開していけたら、松田全体として技能伝承が進んでいくのかなと思ってます。松田は鼓動デザインを支える確かな技術と情熱を持つ人々と共に、広島から日本、そして世界へとものづくりの思いを広げています。